未解決のまま時が過ぎた説明のつかない数々の事件。エリサラム事件、ディアトロフ峠事件、タマムシュット事件。どれも正式に解明されておらず、一度見たら忘れられない事件だ。今回はそんな奇妙な事件を3つ紹介しよう。ディアトロフ峠事件。ソビエト連邦のウラル山脈を登山していた男女9人が不可解な死を遂げた未解決事件だ。1959年、ウラル工科大学の学生が登山資格グレード3の取得を目指し、極寒のウラル山脈へと足を踏み入れた。彼らのリーダーはイーゴリ・ディアトロフ。彼を中心としたグループは全員が登山経験豊富で、過酷な気候にも耐えうる訓練を受けていた。目的地はホラート・シャフィルと呼ばれる山、マンシ族の言葉で死の山とされる場所だった。本来ならば旅の終わりに電報が大学に届くはずだったが、その連絡は来なかった。心配した大学関係者は捜索隊を結成したが、2月26日、雪に埋もれたテントが発見される。発見されたテントは調査で取り出された際、内側から切り裂かれていたという。テントから伸びる足跡は深い雪へと消えていく。テントと林の間には3人が倒れており、そこから数百メートル離れた林では暖を取ろうとした形跡があり、2体の遺体が横たわっていた。そして残りの4人は林から数十メートル先の小川のある崖で見つかった。積雪の中、なぜか薄着のまま発見された者もおり、足元も裸足に近かったという。中には頭蓋骨の骨折、肋骨の損傷、眼球や舌を失った遺体も存在し、野生動物の影響や腐敗の進行という見解もあるが、真相は凍てつく静寂の中に封じられている。発見された衣服の一部からは通常では考えられない放射線が検出された。この放射線量は自然界の2倍程度で、なぜ雪山で放射性物質の痕跡が残っているのか。それは自然由来ではなく、明確に人為的な何かを想起させた。専門家の一部はそれが都市部でも見られる程度のものだと語る。だが山奥の雪原にその痕跡が残っていたという事実が何よりも奇妙だった。彼らは互いの服を交換していた形跡もある。寒さに耐えるためか、それとも別の理由か。そしてオレンジ色に変色した皮膚と白くなった髪、太陽にさらされ続けた結果だという説もあるが、それだけの理由で説明が果たしてつくのだろうか。テント内に残されていたカメラには、事件直前に撮影されたとされる謎の写真があった。通称フレーム34と呼ばれるカメラの最後のコマには、夜空に浮かぶ光の軌跡が映っている。この謎の光に関しては、地元のマンシ族が空に光る玉を見たと証言しており、話す内容とも一致していた。偶然だったのか、それとも彼らは何かを目撃してしまったのか。彼らが持っていた必要以上の数のカメラ、それは登山の記録ではなく、記録しなければならない何かを追っていたのではないだろうか。2020年、ロシア当局は雪崩による事故が公式な死因だと発表した。しかしこの説には多くの疑問が残る。まず、テントを内側から切って逃げる必要があったのかという点。通常の雪崩であれば、テントごと押し流されるか、外側から潰されるはずだ。発見時、テントは雪で埋まってはいたものの、内側からの破損以外は見られず、足跡も残っており、テントの横に立てられていたスキー用具もそのままだった。さらに、雪崩は傾斜30度以上で発生することが多く、この一帯は傾斜15度で雪崩の起こりやすい地域ではないという主張がある。そして致命傷を負った者が4人もいたにもかかわらず、彼らの外傷には表皮の破れが少なかった。どうだろう、君は
これを本当に雪崩だけで説明できると思うだろうか。この事件をさらに不気味にしているのが遺体発見の時期とその状態だ。最初の5人が見つかったのは2月末だが、残る4人は3ヶ月後、雪解けが進んだ5月に谷の底でようやく発見された。彼らの遺体は自然にできたものではなく、意図的に掘られた雪洞の中に身を寄せ合うようにして倒れており、組織的かつ切迫した行動の痕跡が感じられた。内部には木の枝が敷かれ、まるで寒さをしのぐための避難所のようだったという。彼らが着ていた衣類の一部はすでに死亡していた仲間のものであり、寒さをしのぐために共有した可能性があるとされる。しかしその一方で、不自然な形で剥ぎ取られた跡も確認されており、死亡後に取り外されたのではないかという見解もある。そしてもう一つ不可解なのは、事件後のソ連当局の対応だ。事故とされたにもかかわらず、調査資料は長年封印され、関係者による証言も制限されたままだった。当時の地図を確認すると、現場付近は軍の飛行試験ルートと重なっており、同時期にミサイルや航空兵器の極秘実験が実施されていたという記録もある。加えて、彼らが所持していた異常な数の撮影機材にも注目が集まった。通常の登山にしては過剰な量であり、一部では何かを記録するための任務だったのではとする説もある。ウラル山脈で一体何が起きたのか。テントの内側から切られた裂け目、装備を持たず雪原を歩いた痕跡、損傷の激しい遺体。それらは通常の遭難とは異なる不気味な違和感を残している。衣服に残された放射線、変色した皮膚、白くなった髪。登山では説明しきれない要素の数々は何らかの人為的要因を思わせる。そして最後に撮られた空の光。彼らは何かを見ていたのではないだろうか。現場周辺で軍の飛行試験や実験が行われていたことから、彼らは自然ではない何かから身を隠そうとしていたのかもしれない。数々の矛盾と沈黙。それは偶然ではなく、何かを覆い隠す意図の結果ではないだろうか。語られなかった真実は、時に沈黙の中で最も多くを物語る。声なき証拠、記録されなかった瞬間、意図的に伏せられた背景。真相が遠ざかるほど、人は謎を追い求めずにはいられない。だが今回、私たちはいくつかの断片を手に入れた。この断片が次の謎とどこかでつながっているとしたら、旅に出るとき、君はどんな期待を抱くだろう。新しい場所での冒険、出会い、そして忘れられない思い出。エリサラム事件。この事件はそんな期待を裏切るものだ。今日は一緒にこの奇妙な映像と事件の深みに飛び込んでいこう。2013年1月、カナダ出身の21歳の大学生エリサラムがアメリカ・ロサンゼルスを訪れた。この旅行は彼女にとって特別なもので、初めての一人旅だったらしい。だが旅の最中、彼女は忽然と姿を消した。そして約3週間後、彼女は泊まっていたセシルホテルの屋上にある貯水タンクの中で遺体として発見されたんだ。この事件は単なる失踪や事故では説明がつかない不可解な要素に満ちている。君も一度はネットでエリサラム事件の映像を見たことがあるかもしれない。エレベーター内で彼女が不思議な動きをする姿は、見る人に強い恐怖心と疑問を残す。今日はその映像を中心に、事件の詳細、奇妙な噂、そして未解明の謎について深掘りしていこう。エリサが最後に宿泊していたセシルホテル。このホテルはただの古い建物ではなく、数多くの暗い出来事が蓄積された場所だ。このホテルについて話すとき、まず知っておいてほしいのは、ここが一度犯罪の巣窟と化していたことだ。1927年に開業した当初、このホテルは高級な旅行者やビジネスマン向けの宿泊施設としてスタートした。しかし1930年代の大恐慌以降、セシルホテルの周辺地域は治安が悪化し、安宿として使われるようになった。これにより様々な犯罪や奇妙な出来事が頻発するようになったんだ。1980年代にかけては連続殺人犯のリチャード・ラミレスが
ここを一時的に住処にしていたことも明らかになっている。さらに奇妙なのは、1990年代には別の連続殺人犯であるジャック・ウンターベガーも宿泊していたことだ。これだけ聞いても、このホテルが単なる場所ではないと感じるだろう。エリサの再起の姿が捉えられたエレベーターの監視カメラ映像。この映像は多くの人々に強烈な印象を与え、今なお議論の的となっている。映像には彼女がエレベーターのボタンを複数回押す様子が映っている。でもエレベーターは動かない。彼女は焦ったように周囲を見渡し、ドアの外を覗き込む。その後、彼女は外に出て両手を奇妙に動かし、まるで誰かと話しているかのような仕草を見せる。最も不気味なのは、エレベーターのドアがずっと開いたままで閉まる気配が全くないことだ。君ならどう思う？ただの機械トラブルだろうか、それとも彼女が見ていた何かが原因なのだろうか。この映像についていくつかの仮説がある。一部の人は彼女が何かに怯えていたと考えている。例えば誰かに追われていた可能性だ。しかし映像には彼女以外の人間は映っていない。彼女は見えない何かを見ていたのだろうか。事件がさらに謎めいているのは、エリサが発見された場所だ。彼女はホテルの屋上にある巨大な貯水タンクの中で見つかった。しかしこの屋上にアクセスするのは容易ではない。まず屋上へのドアにはセキュリティアラームが設置されており、このアラームが鳴らなかったことは確認されている。また屋上に登るためには従業員専用の鍵が必要で、貯水タンクの蓋を開けるには力がいると言われているが、なぜ女性の力で開けられたのかは謎のままだ。ここで疑問が浮かぶ。彼女は一体どうやってそこにたどり着いたのだろう。彼女自身の意思だったのか、それとも誰かが手引きしたのか。エリサラム事件がネットで広まる中、様々な噂やミステリーが生まれた。特に注目されたのがエレベーターゲームという韓国初の儀式だ。このゲームでは特定の順番でエレベーターのボタンを押すことで異世界に行けるとされている。映像の中でエリサが押したボタンの順序がこのエレベーターゲームの手順に似ているという指摘がある。もちろんこれが真実かどうかはわからない。だが彼女の動きが奇妙すぎることから超常現象に結びつける人が後を絶たない。さて、ここまで君と一緒にエリサラム事件を見てきたわけだが、その中でこの事件にはいくつかの考察が浮かび上がってくる。まず、エリサが双極性障害を抱えていたことが事件の鍵を握っていると考えられる。彼女は処方された薬を飲んでいたが、不十分な量だった。その影響で精神的に不安定な状況に陥っていた可能性が高い。エレベーター内の不可解な動きや見えない何かと対話しているような仕草は幻覚や妄想が原因だったのかもしれない。でもこれだけでは納得がいかない部分もある。精神的に混乱しているとはいえ、屋上へのアクセスは普通では考えられないほど困難だ。精神疾患だけで彼女が屋上の貯水タンクにたどり着き、そこに入るという行動が説明できるだろうか。ここに他者の関与や未知の要因が絡んでいる可能性がある。映像について私は疑問を持っているんだ。編集された可能性があるという指摘があるが、それを考えると何らかの隠蔽が行われたのではないかと思う。エリサが何かを目撃してしまった、もしくは事件に巻き込まれたのではないかという仮説が浮かぶ。例えばセシルホテルの従業員や宿泊客の中に何か後ろ暗い事情を抱えた人物がいた可能性はどうだろう。彼女が偶然その人物とトラブルになり命を奪われたとしたらどう思う？編集された映像が公開された理由はその痕跡を隠すためだったのかもしれない。最もシンプルに考えるなら、この事件は偶然と不運の積み重ねだったのかもしれない。精神的に不安定だったエリサがエレベーターでパニック状態に陥り、正しい判断ができない状態で屋上へと迷い込んでしまった。そこに他者の関与があったとすれば全てがつながる気もするんだ。そしてもう一つ無視できないのはセシルホテルそのものだ。このホテルは犯罪や不吉なことが繰り返し起きる特別な場所として知られている。私はある種の負のエネルギーがここには存在しているのではないかと考えている。
科学的に証明することは難しいが、こうした場所には人間の行動や精神状態に影響を与える何かがあるのかもしれない。エリサラム事件は単なる未解決事件ではない。そこには精神疾患、犯罪の可能性、超常現象、そして偶然という複雑な要素が絡み合っている。この事件を解く鍵は私たち自身の考える力だと思う。君はこの事件をどう解釈するだろう。事件の真相が明らかになる日は来るのか、それとも永遠に謎のままなのか。その答えを求める旅はまだ続いているんだ。タマムシュット事件。この事件はオーストラリア史上最も奇妙な身元不明事件だ。今回君に語るこの事件はただの身元不明事件ではない。この遺体は通称ソマートンマンと呼ばれており、外傷はなく毒物も検出されず、誰も彼を知らない。にもかかわらず、そこには刺繍の切れ端、謎の暗号、沈黙する関係者。一見事故のようにも見えるこの物語の裏には、70年以上封じられてきた真実が潜んでいた。そして全ての始まりは、静かな浜辺に横たわる男性の遺体から始まる。1948年12月1日、南オーストラリア州アデレード、ソマートンパークの海岸。早朝、トレーニング中の見習い騎手が浜辺に横たわる男の遺体を発見する。その遺体は整ったスーツ姿で、争った痕跡もなく、周りに足跡すらなかった。誰にも見つからないことを望んでいたかのような不思議な静けさが漂う。死後硬直はすでに始まっており、警察が到着した時にはすでに完全な死が訪れていた。服装は整ったスーツ姿だったが、全ての衣類からタグが切り取られていた。ポケットには櫛、ガム、マッチ、複数の銘柄が混在したタバコ、未使用の鉄道切符と使用済みのバスの乗車券もあった。彼がどこへ行こうとしていたのか、その答えは何一つ残されていなかった。死因は毒物か液体に溶ける性質の睡眠薬の可能性を疑ったが、検視の結果、遺体に外傷も毒物も検出されず、どちらも断定には至らなかった。驚いたのは、彼のふくらはぎは極端に発達し、足の指は内側に向かって重なっていた。これはバレエダンサーや尖った靴を長年履き続けた人に見られる特有の形状だという。さらに近隣住民の目撃証言も残されている。事件前日の夕方、男が一度だけ右腕を上げたのを見たというカップル。別の目撃者は、彼は蚊が周りを飛んでいても払おうともしなかったと語った。死の苦しみも混乱の形跡もない異様なまでの静けさ。それはまるで誰かが完璧な死を演出したかのような光景だ。半年後、遺体のズボンの隠しポケットから小さな紙切れが見つかった。そこに書かれていたのはタマムシュッド。すべてが終わったという意味だ。これは12世紀の詩人ウマル・ハイヤームの詩集ルバイヤートの最後の一節。この紙切れと一致する詩集がある男性から警察に提出された。本の最後のページは破り取られており、裏表紙には50文字の謎の暗号と2つの電話番号が記されていた。まず5行にわたる謎の暗号、2行目の取り消し線は書き損じとされ、暗号の可能性が浮上した。専門家も解読には至らず、国防省の結論は精神的動揺から反射的に書かれた無意味なものかもしれず、満足な答えは出せないだろうとした。そして詩集に記載されていた電話番号は、遺体発見現場から400メートルほど離れた場所に住むトムソン夫人という元看護師のものであるということが分かった。その女性の証言では、彼女がそのルバイヤートを過去に所有していたが、1945年に
アルフレッド・ボクソールという名の中尉にシドニーのホテルで渡したという。警察は一時、遺体はボクソールのものであると考えたが、彼はシドニーで健在であり、ルバイヤートの刺繍もまだ所持していることが分かった。ボクソールは自分と遺体の男性との関係について全く心当たりがないと述べている。トムソン夫人はボクソールとの関係を公にしたがらなかったそうだが、ルバイヤートの刺繍を渡した経緯も気になるところだ。ルバイヤートに込められた人生の儚さや終焉のテーマはソマートンマンの最後と不気味に重なる。これは彼の意思だったのか、それとも誰かが死を演出したのか。この事件の中でトムソン夫人の怪しげな言動も注目されている。事情聴取の際、警察が家を訪ねると彼女は知らない人ですと冷静な口ぶりだったが、その表情には悲しみがにじみ出ていた。また彼女は男の石膏像を見るとまるで何かを思い出したかのようにすぐに目をそらしたそうだ。そして彼女の過去にあった不可解な要素が次々と浮上する。2013年にトムソン夫人の娘ケイトがテレビ番組に出演した際、インタビューでこう証言している。母は警察の取り調べでは嘘をついていたと言っていた。ソマートンマンが誰かは警察よりももっと上の人間なら分かっている。母は移民に英語を教えており、ロシア語も話せたが、その習得経緯については明かさなかった。この証言からトムソン夫人はスパイだったのではないかという説が浮上している。果たして彼女はスパイだったのか。そしてソマートンマンも同じスパイで任務に加わっていたとしたら。しかし70年以上解けなかった謎についに科学が答えを出した。DNA 解析や4000人以上の家系図の調査を経て、ソマートンマンの正体はカール・ウェッブという男性である可能性が高いという結果が出た。カールは1905年生まれ、ビクトリア州出身の電気技師。1947年にカールの妻ドロシー・ロバートソンが夫が姿を消したので離婚したいと裁判所に訴えたのを最後に、カールは公の記録から姿を消している。妻はその後、遺体が発見された場所からかなり近い地域に引っ越していたことから、カールが彼女を探すためにこの州に来たのかもしれないと推測されている。彼の持ち物に記されていた T キーンという名前は偽計のものである可能性が高く、衣類のタグも切り取られていた。まるで過去を消そうとしていたかのように。だが彼がなぜソマートンビーチを訪れ、この場所を最後の場所としたのか、その本当の理由は未だ不明のままである。DNA 解析によってカール・ウェッブという名前が判明した今、タマムシュット事件は一つの区切りを迎えたかのように見える。だがそれは名前に過ぎない。なぜ彼は身元を隠し完璧な死を遂げたのか。そこにあったのは愛か絶望か、それとも任務だったのか。今なおポケットに残された紙切れ、タマムシュット。すべてが終わったという言葉だけが事件の謎を深めている。終わったのは彼の人生か、それとも何かもっと大きなものだったのか。その答えは誰の口からも語られない。今回3つの未解決事件をたどってきたが、その真相は未だ明らかになっていない。ただ一つ言えるのは、どの事件にも説明のつかない何かがあるということだ。誰かが隠蔽しているのか、あるいは偶然と不運が積み重なっただけなのか。今は誰にもわからないが、何かが見え隠れしているのは確かだ。この先も説明のつかない出来事が君を待ち受けている。次のミステリーでまた会おう。